誰もが羨む理想の体型。そう聞いてあなたは誰が思い浮かびますか？多くの人が思い描く理想の体型といえば、例えばファッションモデル。すらりと伸びた手足、引き締まったウエスト。どんな服も着こなし、堂々と歩く姿には見惚れてしまう方も多いはず。しかし、華やかな世界には必ず影がつきもの。モデルを職業とする人たちは体型維持をするため、常人には考えられない壮絶な日々を送っているんです。2006年、とあるファッションショーでランウェイを歩く一人のトップモデル。しかし、そのモデルが舞台裏に戻ると体調が急変。原因は栄養失調でした。そして間もなく彼女は息を引き取ったんです。スレンダーな体型は美しいという世界の共通認識。そんな常識にとらわれ、命を削りながらもダイエットをする女性たち。しかし果たして本当に痩せていることは美しいと言えるんでしょうか？そうすごいチームに入るよりすごいチームを作ろう。ケンちゃんです。加納姉妹の三女です。闇闇子です。本日皆様にご紹介するのは過酷なダイエットのお話なんです。4人の女性の人生を通して学んでいきたいと思うんですけれども、メトラの皆さんは美しい体型とは一体何だと思いますか？まずは誰もが知る有名ミュージシャンのお話。今では音楽の教科書に載る有名なねシンガーでさえもね体型で悩んでいたんです。どれ？カレン・カーペンターの苦悩。遡ること52年ほど前の1969年、カリフォルニア州ロサンゼルス。この地に後に世界に名を轟かせるアーティストが誕生します。そのアーティストはカーペンターズ。ボーカルは妹のカレン、楽器演奏が兄のリチャードという兄弟デュオなんです。めちゃくちゃ素敵やん。カーペンター兄弟は音楽業界と関係がない家庭の生まれ。しかし2人は幼少期から音楽の才能を発揮。彼らが作る音楽はすぐさま業界人の目に留まり、カレンが19歳の時、兄弟デュオカーペンターズとしてデビューを果たしたんです。彼らは1970年代に活躍し、Yesterday Once More や Top of the World といった名曲はアメリカのみならず現在でも世界中で知られているんです。デビュー翌年の1970年代にはチャート1位を4週にもわたり獲得。カーペンターズは一躍人気ミュージシャンになりました。その後ヒット作を連発し、勢いはとどまることを知りません。世界最高峰の音楽賞と言われているグラミー賞も受賞。最強、世界から認められるミュージシャンになったんです。一見順風満帆に見えるカーペンターズなんですが、彼には音楽方面とは違うある悩みがありました。それは自分のぽっちゃりした体型。そのままで人前に立つ仕事だからこそ周りから太っていると指摘されることが多かったんです。確かに芸能人ってさ、なんか実際に会うと思ったよりも細いって言うもんね。どうなんですかね。一説にはね、テレビのなんか縮尺のあれで、横に広がってるんじゃないかみたいなね説もあるんですけど、そのせいで痩せなきゃいけないって大変だよ。テレビのせい。モデルや役者とは違い、ルックスで売れたわけではないのに指摘を受け続ける日々。そんなある日、カレンは意を決して兄のリチャードに私太ってると聞いてみたんです。聞くな。するとリチャードはちょっとねと一言。もうそういうとこだぞ。彼のこの言葉にカレンはショックを受けます。私は太ってるんだ。太った自分を変えなければと思い込み、ダイエットを開始したんです。単純。死に物狂いでダイエットを始めたカレン。そして1年後のカレンの体重はなんと23キロもの減量に成功したんです。ストイック。ダイエットに成功し自信を取り戻したカレン。しかし問題なのはここからでした。この時のカレンの BMI は 15.4 だったんです。BMI とは身長と体重から計算する肥満度指数のこと。 WHO の基準でおよそ18から25が標準体型、16以下は痩せすぎとなっているんです。つまりカレンはこの時痩せすぎになっていました。実はカレンが痩せる前の BMI は 24.8 でギリギリではあるものの標準体型の範囲内でした。ちなみにね、皆さん絶対にね、参考にしないでほしいんですけど、WHO のね見解とは別にね、美容体重っていうのと、あとシンデレラ体重っていうのがあってですね、見た目的にねスリムなのが美容体重で、モデルみたいな見た目が、シンデレラ体重とね言われているんですけれども、具体的にどういう数値なの？具体的な数値で言うと、美容体重が BMI20 で、シンデレラ体重が BMI18 でね、微妙にシンデレラ体重の方が厳しめのね、設定なんですけれども、そのどちらよりもね下回ってるんで、この時のねカレンっていうのは、本当に痩せ細ってやばい状態じゃない？栄養失調よ。その後も痩せすぎ体型を維持していたカレン。そんな彼女を変えたのは恋でした。1980年、若手実業家のトム・バリスと出会い、交際をスタートさせます。そしてあっという間にスピード婚。カレンが30歳の時でした。この頃は無理なく幸せな生活が続いていたためか、体重が少し戻っていました。しかしそんな幸せもつかの間、結婚の翌年には早くもカレンとトムは別居したんです。結婚生活の中でトムはカレンに心ない言葉や態度を示すようになっていたといいます。せっかく痩せて結婚したのに幸せにはなれない。次第に
フラストレーションの溜まっていくカレン。そんな彼女がストレス解消のためにやったことはまたもやダイエット。なんでやねん。そしてその方法は常軌を逸したものでした。何も怖いよそういうの。カレンは新陳代謝を促して老廃物を出せば痩せるはずと考えます。そして彼女は甲状腺の薬を飲むことにしたんです。甲状腺とは喉仏の下にある臓器で甲状腺ホルモンを分泌しています。そしてこの甲状腺ホルモンには体全体の新陳代謝を促進する働きがあるんです。カレンは新陳代謝を活発にし体の老廃物を出すことで痩せようと考えていました。しかし本来この薬は甲状腺ホルモンが少ない人が服用し新陳代謝の低さを補うためのもの。カレンは甲状腺に何のトラブルもなかったんですが多くこの薬を飲んでいました。その量なんと通常の10倍以上。10倍ってただでさえ飲まなくてもいいものをさ10倍も飲んでるってさ、過度に痩せようとしすぎっていうかもう薬物中毒じゃないこれ。もうね、飲めばいいってもんじゃないし、しかもこの時のカレンっていうのは、これ以外にもいろいろ飲んでいたんです。徹底的に体から老廃物を排除したかったカレンは甲状腺の薬に加え異常な量の下剤を飲み始めるんです。なんと1日に90から100錠の下剤を服用していました。このダイエット方法は単に体重を減らすという面では成功でした。ところが痩せたカレンは誰が見ても見るからに不健康だったんです。さすがに周囲の人間も異常を察知し病院へ連れて行きました。2ヶ月にわたる治療を受け 14kg 近く体重を戻します。しかしカレンを救うための体重増加が結果としてあだに。めちゃくちゃな薬の服用で弱っていたカレンの心臓は急激な体重増加に耐えられなかったんです。こうして彼は1983年32歳の若さで心不全により他界しました。いやーでもこの話聞いて思ったけどさ、今の時代にもいるんじゃないこうやって苦しんでる人ってのは。そうなんですよ。このカレンっていうのはね、もう氷山の一角でしかなくてですね、あとね、2000年代に入ってからもね、もうこのカレンをね、彷彿させるような、いろんな死亡事故が起きてるんです。ファッションモデルの闇。1984年ウルグアイ、ルイゼル・ラモスという女の子が生まれました。美しく育ったルイゼルはファッションモデルに。そして22歳となった2006年8月、ウルグアイの首都モンテビデオでファッションショーに出演しました。華やかな衣装を身にまとい、眩しいスポットライトを浴びる彼女。ところが彼女がランウェイから戻ると異変が。ルイゼルは体調不良を訴えます。スタッフが慌てて控室へ誘導するんですが、なんとその途中で意識不明に。控室で懸命の救護を受けるんですが、彼女は息を引き取ったんです。死因はカーペンターズのカレンと同じ心不全。そして彼女もまたカレン同様に過度なダイエットをしていたんです。ルイゼルは身長175センチ、BMI は 14.5 でした。モデルという体型維持が求められる職業柄、ファッションショーの数ヶ月前から減量を開始。なんとその期間口にするのはダイエットコーラとレタスのみ。健康そうでめちゃくちゃ不健康。そしてこの悲劇はルイゼルだけではありませんでした。ルイゼルの死から半年後、なんと彼女の妹エリアナ・ラモスも自室で亡くなっているのが見つかったんです。死因はやはり心不全。原因は栄養失調でした。姉妹で全く同じ亡くなり方をしてしまったんです。姉妹揃ってダイエットで亡くなっちゃうとかも、ただ美しくなりたいって思っただけなのにそういう結果になっちゃってもやるせないわね。まあね、もう本当にね、一流モデルたちってのはこういうね、いろんなことをね、で悩みながらね、無理なダイエットしてたんですけど、そこにはね、ファッション業界の闇も関わっているんです。なぜモデルたちはそこまでして痩せるのか。それは太れば切り捨てられて仕事がなくなるから。その結果、仕事を失いたくないモデルの一部は無理なダイエットに励むんです。先ほど紹介した3人のモデルの死が報道されたのは彼女たちにそれなりに知名度があったから。実際はもっと多くのモデルが死んでいたのかもしれません。ただ彼女たち3人の死は無駄ではありませんでした。有名モデルの過剰なダイエットによる死を受け、2007年からは痩せすぎモデルの規制が始まったんです。今では BMI18 を下回るモデルはファッションショーへの出場を禁止する国もあるくらいなんです。カーペンターズのカレンが亡くなってからさ、だいぶ経つけど、ようやく動き出してくれたっていう感じがするわ。まあそんな中ね、自らのね、危険な経験とね、そして体をね、晒すことで、このね、無理なダイエットの危険性を訴えるね、勇敢なモデルが出てきたんです。痩せすぎヌードモデル。有名モデルの死亡が相次いだ翌年2007年のこと、無理なダイエットに警鐘を鳴らすキャンペーンがヨーロッパで展開されました。このキャンペーン用に作成されたポスターが衝撃的すぎるものだったんです。ポスターのモデルはイザベル・カーロ。なんと彼女がヌードでポーズを決めているものなんです。この衝撃はヌードがセクシーだからという理由ではないんです。彼女の体は痩せこけ、脊椎や頬骨が浮き出ていました。このポスターはショッキングすぎるとしてイタリアやフランスで使用が禁止されるほど、イザベルは自らの体を晒すことで無理なダイエットの危険性を訴えたんです。ではなぜイザベルはそんなに痩せてしまったのか。彼女はこれまで紹介した4人とは異なり芸能活動をしていたわけではありません。その原因は本人ではなく、なんと母親。娘に成長してほしくないと願った母親がサイズの小さな服を着せた8歳までおむつを履かせたりしていたんです。完全親のエゴなんですよね、これ本当に。
に。その影響を受けたイザベル自身も体の成長を恐れ、12歳の頃には食べたものを吐くようになりました。いやいや、子供には普通すくすくとさ、成長してもらうためにいっぱい食べさせるでしょ。そうなんですが、母にはね、イザベルに成長してほしくないね、ある理由があったんです。その理由とは浮気。最低。イザベルの母親にはジョゼフという浮気相手がいたんですが、そのジョゼフがイザベルを見て小さくて可愛いと言っていたんです。その後ジョセフは母親から離れていくんですが、彼を思い続ける彼女は娘が小さくて可愛いままなら彼が戻ってくると思い込んだんです。純粋だけどバカ。そんな身勝手な理由から体の成長を阻害されてしまったイザベル。その後母からの呪縛は解けるんですが、時すでに遅し。身長165センチに対し体重は25キロしかなく、身体の機能は低下。太りたくても太れないため、すでに余命宣告を受けるほどの状態になってしまったんです。それでも彼女は自分のような被害者を二度と出したくないという思いがあり、ヌードモデルの依頼を受けました。あるインタビューで彼女はこう語っています。大事なのはどんなに体重を落としても綺麗になんかならないんだと知ることよ。治療を続けたイザベルでしたが、28歳の時に急性呼吸疾患により入院。そのまま帰らぬ人になりました。母親とダイエットの洗脳から解けた時にはもう遅かったのかもしれないわね。助からなかったじゃない。まあね、ここまでね、紹介してきた女性に共通するのはね、痩せたいっていうね、強迫観念なんですよ。そしてこれは神経性痩せ症、通称ね、拒食症っていうものにつながっているんです。聞いたことある。というわけでね、本日のメトラキーワード。拒食症の正式名称は神経性痩せ症、もしくは神経性無食欲症と言います。精神疾患の一つなんですが、今まで紹介した事例のように身体疾患を引き起こすことが多いんです。10代から20代の女性に多いんですが、中高年や男性でも発症。単なる食事障害ではなく、心理的問題が原因になっていると考えられます。極端に食事を取らなくなる、もしくは食べても吐くことを繰り返し、低体重を維持しようとします。そうすると、低栄養に陥るため、低血圧、低血糖、腎不全、骨粗鬆症、言いづらいな、骨粗鬆症など様々なトラブルを抱えてしまうんです。痩せすぎているにもかかわらず、本人がそれに気づかずもっと痩せなきゃと思うのが拒食症の恐ろしいところ。拒食症の治療にはただ体重を増やすだけではなく、心理的問題解決が必要なんです。痩せてスリムな人が美しいという価値観を取り除きます。治療にあたっては周囲のサポートがとても大切。患者一人で価値観を変え、痩せなきゃという強い思いから脱出するのは難しいんです。家族や親しい人が治療の目的を理解し、強い意志を持って取り組むことが望まれます。価値観を変えるってさ、相当ななんか出来事とかがないと変えらんないものよ、普通。そうっす。まあ、拒食症っていうのはですね、だから結構長期化しやすいんですよ。でも絶対治らない病気っていうわけでもないんです。次は拒食症をね、克服した世界的なね、女性シンガーソングライターを紹介します。テイラー・スウィフトの告白。世界的シンガーソングライターテイラー・スウィフト。彼女も実は拒食症経験者なんです。きっかけは18歳の時に撮られたゴシップ雑誌記事。その見出しは18歳で妊娠か。妊娠と勘違いされるくらいふっくらしたお腹を取られ恥ずかしくてたまらなかったテイラー。可愛いな。この記事がきっかけで食事制限を始めました。なんでやねん。そしてスルムになるとスタイリストやファンから褒められるように。モデルみたいな体型ね、素晴らしいわ。歌もスタイルもいいって最強じゃない？この評価に満足感を得るテイラー。さらなる評価を求め食べる量を減らし続けました。ピークで痩せていたのはアルバム1989を発表した2014年頃。この頃になると栄養不足が原因でライブ中に気を失いかけたことも。そしてアルバム1989のワールドツアーを終えたテイラーは休養に入ります。この休養で体型に対する考え方が変わったのでしょうか。復帰したテイラーは以前よりふっくらしていました。しかしそんな彼女に向けられた評価は激太り、美脚はどこに行ったの、別人みたいで悲しいなどなどやかましいわ。いやいや、これ日本でもよくあるじゃないのよ。痩せたっていうといい評価でさ、太ったっていうと悪いっていう完全ななんかもう偏見に近いもの。いや、難しいっすよね。実際ね、なんかこういうのって結構幼少期からの教育もあると思うんですよ。いや、テレビのなんか理想の見せ方とかもあると思うよ。とか、あとなんか漫画の美少年、美少女の描き方とかさ、そういうのもアフリカとかではさ、ふくよかな女性の方がモテるみたいなね。そっちの方がいいですよみたいなね。だからもう教育なんですよね。ほんと通ずるの。教育とか文化とかね。いや、でも難しい問題ですよね。ほんまだから。ルッキズムとかっていうらしいわよ、これ。そうっすよね。拒食症を克服したのに批判にさらされたテイラー。しかし彼女はこれまでの痩せすぎて亡くなったモデルとは違いました。太っている、痩せていて綺麗という他人の意見に左右されることはなかったんです。なぜならテイラーはとある教授の言葉に感銘を受けていました。その言葉とは、他人が自分に関してどう思っているか気にしないなんていうのは馬鹿げている。だってそんなことは不可能だから。でも私たちは誰の意見が重要かを判断することはできる。
この言葉に出会ったことで本当に自分に必要な意見に耳を傾けることができるようになったテイラー。現在も健康的な体型を維持しているんです。しっかり食べれるようになったことで安すぎていた頃にはなかった体力、髪のツヤ、くびれなどが手に入ったと喜んでいるというんです。可愛いな。拒食症になるきっかけは他人からの指摘や小さい頃のコンプレックスなど人それぞれ。しかし根本には社会的要因もあるんです。痩せていることは美しいという概念が過度なダイエットを誘発する一因になっていると思うんです。近年ではファッションショーで大型モデルが起用されたり、痩せすぎや過度なダイエットに警鐘を鳴らすインフルエンサーも増えてきたんです。確かに太りすぎは健康面でも良くないことが多いんです。ただそれと同様に痩せすぎも決して良くないんです。私たちは今美の概念を考え直す必要があるのではないでしょうか。